にちは。今回はグノーシア第9話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ここでループしちゃうのか。ここでループは無情。なんでループしないといけないんですか。大好きまで好感度稼いでもリセットされるの嫌だな。またグのラップの方のエンディングか。グノーシアパターンおもろいな。グノーシア買ったのに不思議と爽快でハッピーエンド感ある不思議。有利初グノーシアでコメットイベント成功とはなかなかやるな。嘘がわかるシステムを利用した恋愛イベントは A ですな。嘘見抜きを味方で展開する脚本、天才か。今回の有利の逆転の一手、マジで会心の一手で面白すぎた。コメット残しつつ勝利は難しいのによくやったわ。有利めっちゃグノーシア楽しんでるな。コメットがやらかして一気に瓦解かと思ったらまさかの逆転の発想。これは2人に効果てきめんでしたね。これは推理小説で言えば登場ものですね。コメットのミスを生かして S q を疑わせたシナー、お見事です。コメットの恋物語としても完璧でした。30分でそう思っていくのか。コメットちゃんが可愛いので OK です。コメットのプレミは自分でもやりそうでお腹痛くなっちゃった。手からキヨとユリコが人間なのグの視点だときついな。今回も面白かったな。いい感じに原作のイベントを使ってるよね。シャーミンのグの解釈が一致すぎてはしゃいでしまった。イベを同時進行して伏線張るのがうまいね。これ7話目と8話目で描いた人間性の結集的なプロットだな。さすがは花田十騎士。またしてもすごい話を見させてもらいました。見事勝利でもやっぱりループしちゃうの。そろそろループの抜け出し方を見つける頃合いの気もするけど。有利はループしてるから宇宙船登場前の過去が明かされてないけど、今回引きがなかった。いよいよ最終局面かしら。原作の BGM とイベント回収を丁寧にやってくれるのほんと好き。議論パートも面白いし最高のアニメ化ですわ。ゲームのアニメ化って難しいけどこれは傑作だと思う。何よりアニメを見てもゲーム本編をプレイする魅力が損なわれないのがいい。グノーシア大勝利。マジかよ、あそこから勝ち上がった。コメットなのに勝てた。シャーミンを犠牲にすることで勝ちました。普通に敗北する集会だと思ってたけど、まさかの勝利で面白いな。ラキオ、普通に考えたら味方を特定されるようなバカなことはしないだろう。する人がいるんですよ、ラキオさん。ラキオは論理的だから敵が不合理な行動をとるとコロッと騙される。直感高めのジナとイヤコメットが怪しいだろってでかい声で言いそうな茂道消せたのがでかかった。茂道を残してたら直情的にコメット怪しいって騒がれて積んでた。論理的に考えられるメンツが残ったせいで負けるとはよくできてるな。議論の邪魔しないように黙ってただけなのに凍らされるジナがとてもジナです。想像を超えるアホのこのやらかしでラキオロジックを潰すというナイスプレイ。コメットが仲間になってわかる。3話前のラキオはすごく頑張ってたこと。コメットちゃんヒロインエンド。前回が怖かった分今回は可愛いで終わってよかった。銀の鍵も満足しろ。他の恋愛イベントの期待値も爆上がりしてしまうな。シャーミン、ボンミスで俺を犠牲にして自分たちはイチャイチャエンドってか。コメットにエンジニア語らせたから自業自得かと。ゲームでも特定の味方生き残らせるミッションの時は身内切りするの割と有効だから仕方ないね。これってグノーシアが宇宙船を乗っ取った後でシャーミンをコールドスリープから解放すれば良いんじゃないの。なんで愛し合う二人きりなのに真男出さなきゃいけねえんだ。コールドスリープ割と致死率高いらしいので。あとジョナスみたいになるしな。 S 級パイに屈しなかった。コメットパイの方が大きかったから。結局有利殿がまたおっぱいに負けたのか。まさかおっぱいに負けながら勝負には勝つルートがあるとは。全てを手に入れた男。 S 級消失もラキオが即死に笑った。ラキを食われた後人間とグノが同数になった時点で会議やらず勝利なんだって。
手付消さないとドクターに判定されて終わると思ったけど、3日終わってラキを消した時点で2対2で具の勝ちか。1話で区切られるから見やすいなこれ。1ループである程度イベント突っ込んで1話にできるのはでかい。グノじゃない方がグノっぽいシーンだったなそこ。だからコールドスリークされるんだ。ループしたらその世界の当人たちは消えるん？それとも意識だけ去って別人に？ゲームでもはっきりと描写はされてないけど、意識は元に戻る、微妙に違う人になるような気はする。下手にかばったら自分も怪しまれると、しっかり具の側のラインの説明入るのは良い。ククルシカに比べたら1日に1人しか殺せないグノーシアなんて雑魚だよね。ゲームバランス崩壊させないでください。今回ユーリが最初に思ったのはグノーシアよりまずククルシカがいなかったことなのでは。このアニメ、絵が綺麗で男の子も女の子も可愛いから好き。しかし今更ながらこのアニメ最大のヒットキャラはユーリくんよね。ゲームをアニメ化する時の主人公像として理想的すぎる。男だけど容姿中性的にして女性声優に声当てさせるって、その辺すごく気を使ったと思う。何より主人公なんて難しいキャラをここまで魅力的に作れてるのすげえよ。イルカ消す時に声が高揚してるユーリ好き。やっぱ声優さんすげえっすわ。登場形式の傑作でした。それを阻む人間が視点次第ではヴィランとなる見事な描写。人間を消す浄化方法も自虐性がなくよかった。こうなると前話の第三勢力への恐怖心が相対的に高まるばかり。共同作戦を練れるのが人間側と違って面白い。そしてこれまでの話数でキャラの掘り下げがきちんとできてるから、乙女やコメットのドラマが引き立つ。やはり脚本がうまい。シャーミンの土下座却下とか、今回も結果発表で早めに消されてたラキオのスピード感、笑い。今回は攻撃じゃなく防御。騙されるよりも騙したいマジで状態。嘘が多いからキャラの渋さが多いのもいい感じ。1回目の選択が余計なお世話かもだけど、合理的だからじゃなく情をかけた結果なのがいいな。シャーミンが慈悲深くてより好きになった。グの側の葛藤が見られて面白かった。乙女を消すとき、ユーリとコメットが恍惚の表情をするのに対して、シャーミンは悲しげな様子だったり、グの作戦会議での子ではなくチーム戦として考えている提案など、シャーミンの株がどんどん上がっていくじゃないですか。今回の土下座は通用しなかったけど、9話にしてグノーシア感染者となったユーリ。あそこから逆転勝ちしたのも驚いたが、仲間の魅力を再確認できたのが一番の収穫だった。乙女に対するシャーミンの優しさ、その解釈は単なる憐憫だけではないだろう。このカムは儚くも美しいよクリビオ。コメット船長の笑顔、嘘の先にも物語は続くんやなって。脚本すごくうまい。コメットとシャーミンの性格が出つつ、恋愛イベ、乙女消そうイベを回収。土下座が失敗することで前回のは特例だとわかるし、破綻したロジック使うのもうまい。待望の具のサイドだ。コメットが説を人間だって言った瞬間、いやー、ダメって声出てしまった。1話からアニメ見てきて一番でかい反応をしたかもしれない。しかしこういうミスは周回数少ない時のプレイヤーでもやりがちなので、コメットを責めることはできねえ。死が救済というのも、シャーミンはやはり乙女を第一に大切に思っているな。主人公のゲス顔なかなか見なかないか。有利の有能さはラキオやユリコに次ぐから厄介。だからこそのコメットなのか。アニメ発表当時から有利のキャラデザ、私的にはそこまでハマってなかったんだけど、具の顔見てなんか来るものがありました。エンディングの1枚絵が先に出てて頼みても何とも思ってなかったんだけど、動いてる具の顔見てなんか来るものがありました。土下座2回目やってくれるとは思わなかった。あとコメットとユーリが良すぎて、この世界線続いてほしいなと思ったのと、ゲームでは嘘の中身を察するのって難しいね。武田とあのやりとりをあんな激エモシーンにするとか、神の所業。アホのココメットの大チョンボを決定打に変換する頭脳戦の面白さだけでなく、その世界線を全うすることを描いて、各人の人格を掘り下げるドラマが深みを与えているのが素晴らしい。もうすっかりこの世界の虜です。
どちらの陣営であってもその人の根っこの部分は変わらないんだよな。疑うな、恐れるな、そして知れ。話数が進むにつれ視聴中の脳裏に常にこの言葉が浮かぶ。ほんと秀逸なコピーだわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。